はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。本日私はこちらの札幌サンプラザに行ってきました。何をしに行ってきたのかというと、札幌市主催の合同企業説明会に参加するためです。私はこう見えても現在休職活動中の無職のおじさんです。今年2月からもらっていた失業保険もいよいよ今月分が最後になります。仕事が決まらず、さすがに焦ってきた私は先月ハローワークで見つけたこのイベントに参加してみることにしました。でも実際行くかどうしようか最後の最後まで迷っていたのが本音です。というのは、今回のイベントに参加した企業の中に私が興味のあった企業が一つもなかったからです。今日のこのイベントへの参加は失業保険の給付に必要な求職活動になります。だからそれにつられてあまり真剣ではない人間がそのようなイベントに参加して良いのかという葛藤が私の中にありました。でも物は試しと言ってみることにしました。ただ今日の札幌は天気が微妙でした。最初行くなら会場が地下鉄駅そばなので地下鉄で行こうと思ってました。でも天気予報では日中雨マークだったので私は車で行くことにしました。幸いこの札幌サンプラザには駐車場もあったので。ただ向かう途中スコールのようなものすごい雨が降ってきた時は行くなという現れかと思いやめようかと考えてしまいました。そして着いた会場内は結構なにぎわいを見せてました。今回の参加企業は40社ほどです。参加者がほとんどいなくて各ブースから熱視線を送られたらどうしようと私は思っていましたが、いらぬ心配でした。本音では興味のない私でしたが、来てすぐ帰るのもいかがなものかと思い会場の隅っこで悩んでました。するとそんな私に対して一人の年配の男性スタッフが声をかけてきました。私はその人といろいろと話をしているうちに、その人の勧めで警備会社とタクシー会社のブースで担当者のお話を聞いてみることにしました。どちらのブースの担当者も丁寧に説明をしてくれました。特に警備会社の方は私のことを本当に気に入ってくれたようでしたが、私は検討しますと言ってその2つのブースを去りました。会場内は賑わってると言いましたが、様々な年代が参加していました。女性も結構いました。外国人の求職者はとりあえずいませんでした。こうして見ていると多くの人々が仕事を求めている、これが日本の現状だと私は思いました。ただ会場でもらった冊子、こちらの冊子に記載されていた各企業の給料を見てもどこも少ないと痛感してしまいました。人が集まりにくい介護や警備とかは給料の最低ラインを30万円とか40万円とかだったら応募が殺到すると思います。給料が少ないから、内容に見合ってないから誰も応募しないのではないでしょうか。日本人が応募しないから外国人を雇い入れる。外国人は給料も安いし、外国人を雇えば国から補助金も出る。この結果、日本人の給料を上げる必要がなくなりました。こんな仕組みを作った政権与党の自民党が全て悪い。だから皆さん、これからは参政党を応援しましょう。ちなみに失業保険の支給が終わりを告げようとしているのに、なぜ私が仕事を探さないのかというと、実は連絡を待っているからです。誰からの連絡かというと、派遣会社からの連絡です。実は今から1月以上前、派遣会社から連絡がありました。内容は、大野さんに紹介したい案件がある。正式に決まったわけではないが興味はありますかと。私は仕事内容と給料を聞いた瞬間、
ぜひともお願いしますと答えました。どんな仕事内容かはメンバーシップ動画にてお話しすることになると思いますが、その仕事の給料はこれまでにない金額だったのでありました。ただ今回依頼してきたその相手の企業というのが、これまでその派遣会社とは付き合いのない新規の企業だったことや、その他諸事情で話がなかなか進まないでいました。ちなみにこの話はこちらの企業の面接を受けた翌日にいただきました。だから面接を受けるまでは私は本当この企業で働こうと思ってました。しかしこの話を聞いた瞬間、私は選考辞退しようという判断に至りました。そして最初の連絡から1月半経った本日の合同説明会の帰り道に派遣会社からお待たせしましたという電話があったのでありました。私は先月この派遣の担当者に8月で失業保険が終わると言っていたので、この担当者自身も私以上にやきもきしていたようでした。また今回の求人は正確には派遣ではなくて紹介案件になります。だからもし仕事が決まった場合、私は派遣会社の在籍ではなくてその相手企業で契約社員として働くことになります。私としての心配事としては、自分が派遣社員ならもし就業先で腹が立つことがあったら派遣会社に報告することができます。しかし契約社員はその働く企業に籍を置くことになります。だからもし何かあっても自分で対応するしかないんですよ。もしこれがこれまでにお付き合いのある企業からの案件なら、この企業なら安心ですよとか派遣会社も言ってくれますけど、新規の企業だから実際行ってみないと分かりません。今回は給料がいいので食らいつきたいと思いますが、もしやばかったら私は逃げ出します。今後としては派遣会社経由で私の履歴書と職務経歴書を相手企業に渡す感じですね。派遣会社の担当者は私をご利用ししてくれているようなので、よほどの理由がない限りこの話は流れないと思います。そう願いたいです。ということで本日合同説明会で丁寧に説明してくれた皆さん、ごめんなさい。そしてこの動画をご覧の皆さん、今後どうなるかお楽しみに。ということで本日の動画は以上です。もしこんなやっと仕事が決まるかもしれない無職の男に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。